こんにちは、まるたびチャンネルのまるです。今回はこのパビリオンのベストポジションはここだをお送りします。これ絶対知っといた方がいい情報ばかりです。ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。 Here we go。 まず紹介するのはガンダムパビリオン。このパビリオンはガンダムに出てくるモビルスーツが未来の宇宙で生活にどう関わっているのか疑似体験ができます。まずポジショニング1、軌道エレベーターに乗るときは先頭がベースポジ。ここから見える景色と一緒に移動しているザグの姿もバッチリ見える。しかも次のステージのポジショニングが取りやすいんです。ポジショニング2、軌道エレベーターで上がった部屋は奥の突き当たり、中央左画面前がベースポジ。まず見た感じ、この画面がメインのストーリーが一番多く映っていた気がします。宇宙ゴミに隠れていたジオングがいきなり攻撃してきたりするのもこのスクリーンなんですよ。そして次のステージへの移動もここがいいポジションなんです。最後の部屋では迫力ある戦いが宇宙船の中から眺められる設定。ここは全体を見渡せる少し後ろか迫力重視の最前列かで意見は分かれると思いますが、次回私が行くとしたら最前列を目指します。やはり大迫力を楽しみたいでしょう。以上がガンダムパビリオンのベースポジ紹介でした。ガンダムパビリオンは当日予約枠も開放しているので、ぜひぜひ最後まで諦めずに行ってほしい、そんな場所でした。続いては電力管。この多角形のパビリオンですが、このシルバー色にも意味があるんですって。実はこの色って天気や時間帯によって見える色が変わるらしいんです。それは未来に向けた多くの可能性を表現していて、自然や周囲の環境との調和も表しているようです。まずは一人一個卵を連れて歩いていくんですが、最初の部屋のベストポジションはここ。入って左側です。なぜなら左奥のエスカレーターで次の2階に移動するんで、できるだけ早く2階に行きたい人はぜひこのポジションを狙ってみてください。ゲームコーナーはこれやってみたいってものをどんどんやってほしいです。1回全部見てからにしよう。並ぶ時間がもったいないから空いてる場所を探そうってのもありっちゃありなんですが、意外と遊べる時間は短いです。あっという間に終わりの時間が来てしまうので、これ面白そうと思ったらどんどんやっていきましょう。ゲームが終わったら大きな画面で動画を見るんですが、ここでのベスポジ。できるだけ画面に近い場所が次の部屋への近道です。どういう意味かは映像が終わったらわかりますよ。この動画もメッセージ性の高いものに仕上がっているので、ぜひじっくり見てくださいね。じゃーん、なんとスクリーンの奥から何やらキラキラした部屋が現れました。ここはめちゃくちゃすごいですよ。言葉は何もいらないです。個人的には端から全体を眺める方が綺麗かと思っているので、ぜひ試してみてくださいね。もし演出終了後に少しでも早く次の場所に行きたいって人は、部屋に入って左側にある階段が出口になるので、そこの近くから見られるのがいいと思います。いやー、卵は可愛いし、ゲームも面白いし、なんといっても最後の演出には言葉を失いました。ここもぜひもう一回行きたい場所ですね。続いては三菱未来館。ここは命輝く地球を未来につなぐをテーマに、命の始まりから命の未来までを映像を使って紹介してくれます。まず館内に入って最初の階段を上がったところが最初のベストポジション。ベスポジポイント。ここは右側に並びましょう。なぜなら次のスクリーンに向かうときに最初に案内されるのが右側の列なんです。
ここで先に入った方が次のスクリーンの場所を選ぶことができますよ。次のシアターの見やすい場所は中央が見やすいかなって思います。ここはガスパビリオンお化けワンダーランド。日本ガス協会主催のパビリオンで化けろ未来をコンセプトとし、XR ゴーグルをつけてお化けたちと一緒に未来に向けて化けるドキドキワクワクな体験のできるエンターテイメントパビリオンです。そうそう、並んでいる間にアプリを取ってパビリオンにスマホを向けるとこんな映像を見ることができるんです。待っている時間つぶしにぜひやってみてくださいね。最初のベスポジはこのエリア。大きなスクリーンがあって XR ゴーグルが並んでいます。ここはぜひスクリーン前の中央エリアをゲットしてください。私たちは端っこに行ったのですが、もちろん十分に楽しめるんですが、スクリーン正面の方が見やすいと思いますよ。XR ゴーグルをつけるといろんなものが飛び出てくるんですよ。また XR ゴーグルで見ることができる飛び出るお菓子やキャラクターなど結構リアルで楽しいです。しかも途中足元が崖になったりして結構リアルで怖いんで、大人でもめちゃくちゃ楽しめます。ここで出てくるお化けのミッチーが可愛いんですよ。次のエリアでは暗い部屋の中で映し出される映像を見るのですが、ここでのベスポジ、少し後ろ目で見た方が全体を見渡しやすいです。少し高いところで映し出されるので、あまり前だと首が痛いかも。内容は非常にためになるものなので、ぜひ楽しみにしてくださいね。以上がお化けワンダーランドでした。続いては命の未来館。このシグネチャーパビリオンは石黒博さんの作品で、アンドロイドと共生する未来を体験できます。今回のパビリオンの中で最も感動し考えさせられたのがこの命の未来館です。最初の人形が並んでいる部屋は他の観覧車の邪魔にならない程度で前の方に並んだ方がいいです。そこにはリアルなアンドロイドもいるのでじっくり見てみましょう。続いてエレベーターで2階に上がるのですが、上がった先でのベストポジション、左側で映像を見ましょう。実はこのポジションはこの場所でのベストポジションではなく、次の部屋でのベストポジションを取るための準備です。でもこの部屋にいるアンドロイドの動きも、そして流れている映像も必見ですよ。そして次の部屋が空いたら、ぜひ目指してほしいのが左手前のアンドロイドが座っている前の席です。このアンドロイドの手の動きに注目してください。めっちゃすごいです。次の部屋はだいたい真ん中の位置が見やすいと思います。左から右までいろんな場所で映像が流れます。ここでのストーリーが終わったら、アンドロイドの案内で次の部屋に進みます。この辺りはどこから見ても見え方に影響はないと思います。この命の未来館は情報がめちゃくちゃ多いので、正直1回で全てを理解できないです。おそらく2回3回見るとまた新しい発見がめちゃくちゃ見つかると思います。次の部屋には有名なマツコロイドがいるので、しっかり見たい人は目の前を陣取りましょう。最後の1000年後のアンドロイドは円形状になっているので、どこからでもしっかり見えるので安心してくださいね。いやー、本当にすごいパビリオンでした。続いては NTT パビリオン。このパビリオンは時空を旅するパビリオンがテーマで、次世代情報通信基盤 ION による空間伝送技術の紹介です。ようわかりません。ゾーン1は今までの通信技術の発達とこれから伝わるようになる
気配や空気を様々な映像で紹介してくれます。音と映像が大迫力で見入ってしまいました。はい、まずゾーン1のベースポジはここ。左奥。左奥で見ると次のゾーンに有利です。なぜなら次の入り口が左側にあるから。しかも私の個人的な感想としてゾーン2がこのパビリオンの最大の見どころ。だから何としてもゾーン2をいいポジションで見たいっていう人はぜひ左奥を目指してください。ゾーン2の部屋に入ったらスクリーンの真正面を撮りに行きましょう。もちろん走ったり押したりしちゃダメですよ。みんなで楽しく見ましょうね。続いてゾーン3の部屋に移動します。ここでは一人ずつ写真を撮影していくので少し時間がかかりますが、特に慌てる必要はないと思います。最後の部屋は部屋の中央、写真を撮った裏ぐらいが全体が見やすくていいと思います。メインの映像は正面のスクリーンに映し出されるので、そこがおすすめです。次はシグネチャーパビリオンのぬるぬる。ぬるぬるはメディアアーティストの落合陽一さんがプロデュースした作品で、鏡に囲まれた空間で音と光が融合した不思議な空間を体験できます。歪んだ合わせ鏡が織りなす無限に広がる空間に引き込まれます。ぬるぬるには演出を楽しむインスタレーションモードと対話を楽しむダイアログモードがあります。私たちが体験したのはインスタレーションモードなので、ダイアログモードは体験したらまた報告しますね。さて、インスタレーションモードは上の段で見るか下の段で見るか選ぶことができます。私のおすすめは下の段ですね。なぜなら合わせ鏡の目線の高さが同じになるのと、立方体の動きが下から眺める迫力が楽しめるからです。もちろん上の段でも大迫力の演出と音響で楽しめるので、ぜひチャンスがあればどちらもチャレンジしてみてくださいね。あ、そうそう、夜のぬるぬるがめちゃくちゃかっこいいんですよ。ここは必見ですよ。次は命動的平衡感。ここは福岡伸一さんがプロデュースするシグネチャーパビリオン。命動的平衡感はかなり目を引く建物で、中は結構シンプルな作りになっていました。最初は中央のクラスラと呼ばれる32万球の LED が生命の誕生からの物語を映し出してくれます。施設の中の作りがシンプルなので、そんなに見る場所によって大差はないのですが、強いて言えばクラスラの映像が終わった後は左手で動的平衡の説明が始まるので、左寄りの方が次の説明動画は見やすくなりますよ。次は海外パビリオンのベースポジ紹介。ウズベキスタン館。まずはこの土壁のトンネルを通って暗い部屋の中に入っていきます。しかも独特の匂いがあるんですよ。これは現地に行かないとわからない。ウズベキスタン館のベースポジ、それは一言。引率するスタッフの近くです。説明されるスタッフの方は参加者全員に説明する感じではなく、近くの人に語りかけるような感じなので、ぜひスタッフの近くについていきましょう。その後、中央の筒状の部屋に入って360度囲まれた映像を見ます。ここは中央よりも端から見る方が全体が見えていいですよ。で、全然気づいていなかったんですが、実は2階に上がっていました。天井が低くなったと思っていたら、床が上がっていたようです。2階に出ると、木材で囲まれた屋上に出てきました。外国の世界観を体感できました。
次はインドネシア館。この建物は船を表していて、絶えず前進し、成長し、障害を乗り越えて持続的に航行していくという力強いビジョンを持っているようです。ここはお腹いっぱいになるぐらいインドネシアの紹介をしてくれます。所要時間は館内が20分から30分ぐらい必要です。自分でどんどん進んでいくわけではなく、各部屋で説明や映像を見るので、急いで回るはできませんので、時間は余裕を持っておきましょう。まず、建物に入る前にマスクがたくさん壁に飾られた部屋でスタッフからの説明を聞きます。ここでのベスポジ、左側です。なぜなら、次の部屋への移動は左側の扉が開くためです。なぜ早い方がいいのか？それは次の部屋に先に入った人の方が次の部屋で説明してくれるスタッフの方の近くで説明を聞くことができるからです。ジャングルゾーンを抜けると次はプロジェクションマッピングの部屋。ここは端から全体を見渡す方が画面の変化を感じやすいです。伝統的な道具が飾られている廊下を抜けていくと次の部屋は暗い中で中央に光る街の模型を見ることができます。ここはどこの場所でも見え方は一緒ですね。次の待合室のような展示室で待っていると次のシアタールームに案内されます。この映像が見やすいのはやはり中央付近でしょうか。早く抜けたい人は出口が右前方になるので確認しておきましょう。階段を降りたら出口ですが、コーヒーとお菓子を配ってくれています。インドネシアはコーヒーが有名ですからね。いただいていきましょう。インドネシア恐るべしです。次は隣にあるオーストラリア館。ここは自分のペースで見て回れるので調整しやすいですね。館内は1本のルートしかないのでベスポジはないですが、見逃してほしくないものがあります。まず最初に入ったオーストラリアの森の中にある木の幹に映し出される動物たち。私が見たのは確か3カ所だったと思うのですが、もっと見つけたって方はコメントで教えてください。奥にあるスクリーンがたくさん並んだ部屋は圧巻です。ぜひいろんな場所から眺めてみてください。徐々に前に進んでいき、最後は目の前で見てみたいですよね。今回もご覧いただきありがとうございます。初めて行くパビリオンって次に何が起きるのか、どこのドアが開くのか全然わからないですよね。それがワクワクする部分でもあるし、先に知っとけばもっと楽しめたのにってところでもありますよね。1回目からパビリオンを 120% 楽しみたい人はぜひ参考にしてみてくださいね。この動画が少しでも面白かった、役に立ったという方は高評価ボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。